ジャパニーズポッドキャスト with 桜子。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、桜子です。ジャパニーズポッドキャスト with 桜子を聞いてくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化や行事、食べ物や私の体験など日本の日常を日本語でお送りしています。この動画にはすべて漢字に振り仮名と英語の翻訳がついているので、リスニングやシャドーイングに活用してくださいね。今回のテーマは、会話が広がる雑談のテーマを話してみようと思います。前回の習い事の動画で、子供の頃の習い事の話題は会話を広げやすいですよってお話ししました。まだ見てない人は概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。まず、皆さんに知っておいてほしいのは、日本人は外国の方と比べて内向的で、はっきり言わない遠回しな表現をすることが多いです。そんなわかりにくい表現しないでよとか思うと思いますが、これは相手を気遣いすぎてしまう一面でもあるし、ストレートな表現が苦手な場合もあります。また、外国と比べると、知らない人とは気軽に話さないという人がほとんどです。スーパーやコンビニのレジを待っているとき、お店での店員さんとの注文以外の会話も少ないです。話しかけたのにうなずくだけだった、無視されたということがあっても、その外国の方を嫌っているとかそういうのではなく、日本人自体が知らない人と話さないのです。日本人同士でも同じです。警戒していたり、慣れていないだけだと思います。話しかけられたら話し返すし、困っていたら親切にしてあげたい人もたくさんいます。自分からアクションを起こすのが苦手な日本人なのです。さて、本題に入りましょう。会話を広げるには、まずは自分から声をかけることが大切ですよね。私も今日は一言でも英語で話しかけようと考えています。そのためにちょっと決まった会話文を練習したり、こう聞かれたら自分はこう答えようとかの答えがあってもいいと思います。一つ目の雑談のテーマは、毎日使える雑談のテーマとしても最適な天気の話ですね。これは相手との関係性が近しくなくてもよく使う話題です。会社の人とでも友達でも誰にでもできる話題です。今日はいい天気ですねとか、今日は雨ですねとか、雲行きが怪しくて雨が降りそうな日とかは、午後からの天気が心配ですねもいいですね。太陽が眩しいくらいのいい晴れの日は、今日は最高の天気ですねとか、イベントの時などには、天気が良くてイベント日和ですねって話したりします。雨が降りそうな時に雨が降らなかった時には、天気がもって良かったですねといった表現もします。そのイベント中に雨が降らなくて良かったねみたいな感じです。ここから会話を広げるなら、雨の日は何してますかと続けてもいいですね。私が友達と話すときは、私は晴れだとテンション上がる。あなたは天気で左右されるタイプ？と日本人同士でも話しています。二つ目の雑談のテーマは出身地ですね。初めて会う初対面の人に、どこ出身ですか？と聞きます。これは日本人同士でも当たり前にされる会話です。
ほとんどの日本人は都道府県で答えます。私、東京出身だよって。知ってる地域だったら、東京知ってますと答えるのもいいし、行ったことがあれば、東京行ったことありますでもいいですね。もし知らない地域だとしても、知らないですね。そこの有名な食べ物は何ですかと聞いてみると、知ってそうな食べ物やお菓子を教えてくれると思います。食べ物ってその地域に行かなくても食べれるものって結構ありますよね。私は愛知県出身なんですけど、うなぎのひつまぶしや味噌カツ、手羽先、喫茶店のモーニングは愛知県だけじゃなくても食べられますよね。食べ物を教えてもらったら、今度食べてみたいです。や、近くにお店あるか調べてみます。と会話を広げてもいいですよね。だいたい自分たちの出身地のお店が近くにあったりすると教えてくれたりしますよ。皆さんも地元の食べ物や自分の国の食べ物のお店が今住んでるところの近くにないか調べたりしませんか？それと一緒です。3つ目の雑談のテーマは食べ物です。先ほど話したように食べ物の話題は定番で広げやすいです。好きな食べ物は何ですか？や出身地の有名な食べ物はありますか？でもいいです。おすすめの食べ物は何ですか？よく行くレストランはどこですか？もう教えてもらう情報のやり取りが発生するので会話が続きやすいです。私は日本人の友達でも今日朝ごはんに何食べた？って聞きます。目上の人だったら今日の朝ごはんは何食べましたか？という感じです。日本人は朝ごはんだとご飯派とパン派がいます。最近は朝ごはんを食べない人もいますね。ご飯派というのは朝ごはんにご飯、米を食べるタイプの人で、パン派は朝ごはんにパンを食べるタイプの人のことです。これも会話になります。ねえねえ、朝ごはんはご飯派？パン派？という感じです。私ご飯派とかパン派だよーって返ってきます。ちなみに私はご飯派です。お味噌汁が好きなのでご飯がいいです。ホテルや旅館の好きなものを取って食べられる朝食ブッフェでもご飯派なので和食のものを中心に選んでいます。でも美味しそうな甘いパンとかあるとそれも食べちゃいます。朝から食べ過ぎるっていうこともありますね。4つ目の雑談のテーマは仕事のことです。どんなお仕事をしていますか？って聞いたり、まだ学生の方には何学部ですか？と所属を聞いたりします。だいたい有名な会社じゃなければ、業種といって仕事内容の種類を答える場合がほとんどだと思います。私はシステムエンジニアです。や、看護師です。みたいな感じです。わざわざ会社名を言う人は少ないです。会社が世界的に有名であったり、その地で馴染みのある会社の場合は教えてくれるかもしれません。もし業種や会社名を知らなかったとしても、そうなんですね。私は〇〇の仕事をしています。や、その仕事興味があります。どんなことをするんですか？と聞いてみるといいでしょう。5つ目の雑談のテーマは、身につけているもののことです。自分が気になった相手の身につけているものを聞いたり、褒めたりするんです。私もこの前、職場のフィリピン女性に、かわいいサンダルだね、と言われて嬉しかったです。これは草履だよ、と教えてあげました。その時は普通のお洋服を着ていて、着物じゃなかったんですが、
サンダル感覚で履いている草履を履いていたんですね。それを珍しかったのか褒めてくれたんです。身につけているものを褒めると会話も広がりやすいです。例えば、それ、どこで買えるんですか？や、いつも素敵な服を着ていますね。でも、どんなことでもいいです。褒められて悪い気は誰もしないですよ。日本人の性格上、褒められると褒め返してくれると思います。気も許しやすいし、関係も良くなるので、身につけているもの、いいところを見つけて、会話のきっかけにしてみてください。私はとても嬉しいので、あなたいつも褒めてくれるね、ありがとうって相手に好意を抱きます。6つ目の雑談のテーマは、最近の自分のことや近況です。私たち日本人が久しぶりに会った友達や先輩たちと話すときに、最近どうですか？とか、もっとカジュアルなら、最近どう？と聞きます。皆さんも久しぶりに会う人には、この切り出しもいいと思います。英語で言うと、How are you? みたいな感じです。日本人は毎日調子を聞いたりしません。久しぶりに会うときに、最近どう？最近何してるの？と聞く感じです。7つ目の雑談のテーマは、アニメや自分の興味のあることです。世界で日本が誇るアニメや漫画は、日本人に話しかけやすい内容だったりしますよね。日本では子供も大人もアニメ好きが多いですね。でもあまり詳しくない人もいます。私です。勧められたものは見ますが、自分から積極的に見るタイプじゃないんですよね。エヴァンゲリオンは友人に勧められて映画館まで行って見ましたよ。エヴァが日本の作品ということに誇りに思いました。映像が美しくて純粋に感動しました。アニメが好きな人には最近見た映画は何ですか？や、サブスクで見れるおすすめ作品はありますか？と聞くのもいいですよね。じゃあ、もしアニメ好きではない人に、私あまりアニメは見なくて詳しくないんですと言われたら、どう答えるって話ですよね。そしたら、そうなんですね。最近興味のあることは何ですか？と聞くといいと思います。アニメや映画などの作品は休日に見たり体験したりすることも多いので、お休みの日は何してますか？と最初に聞いてからアニメの話題に広げてもいいですよね。私は読書が好きなんですけど、日本人は識字率ほぼ 100% なのに、大人で読書している人は少ないんですよね。読書ネタは相手のことを知らないうちは広げにくい話題だと思います。私の周りにも読書している人はほとんどいないので話題にあげませんね。X でたまにつぶやくぐらいかな。8つ目の雑談のテーマは、子供の頃の話、思い出です。日本人は内気な性格だよってお話ししました。私の経験上、関係が密でない場合、今の自分のことをペラペラたくさん話す人は少ないんですよね。でも意外と子供の頃の習い事は何してた？とか、小学校の時に学校のキャンプはあった？などの子供の頃の話はスラスラたくさん出てくるんですよ。その話が一緒だったら、私もやったことありますとか、そうそうわかると共感したらいいし、知らないことだったら、それって何？や、初めて聞いたと質問してみてもいいですよ。私たち日本人同士でもそうやって探り探り相手を知っていくので、国籍関係なくやりとりを楽しんでみてください。私が日本人との雑談で会話を広げやすいと思うテーマ8つを紹介しました。すぐに取り入れやすいお天気のテーマや、相手を深く知れる興味のテーマなど、広げ方は様々です。正直、日本人、外国人関係なく、
会話は単純にやりとりの回数が上達の鍵だと思います。関係構築には欠かせないですしね。日本人同士でも関係が築けない限り、会話がうまく続かない人もたくさんいます。陽気で気さくな人ばかりではないのでね。私も海外の方と会話するときは、片手にスマホの Google 翻訳を持っています。伝えたいこと、聞きたいことを調べながら行う行為は誰も悪く思いません。むしろ応援したくなりますよ。そうやってちょっとずつでも前に進んでいきましょう。大切なことは、まずは自分から最初の挨拶の声をかけてみましょう。今日はタイトルコール後の皆さんこんにちは、桜子ですの始まりを、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、桜子です。全時間対応にしてみました。気づいてくれましたか？これを毎回聞いていたら挨拶もマスターしますね。今回のお話はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日はいつもよりたくさん話しましたね。会話の始まりはドキドキ緊張するけど、挑戦してみたら意外とスムーズにいったりね。何事も経験だねって私も日々頑張ります。皆さんが英語や日本語でコメントくれるととても嬉しくなります。本当にありがとう。励みになるので応援のコメント待っています。次回のポッドキャストでお会いしましょう。まったねー。